はい、こんにちは。デイブ D です。RDX なんかすごい売れてるみたいで。おかげさまでですね、初心者の方もそうですし、今回ありがたいことにRCDC の方もシェア率一番取れたので、そうですね。じゃあホイールからいきましょう。はい、これVR10 っていう、はいホイールで、2年前かな、RCDC で2位になった与助選手が今年からうちの社員になりまして、与助君って海パンの方？そうです。彼が今うちに入社して、初めて作った商品、白と黒とあとメッキが今度出てくる。で、このメッキとかもかなりテストを重ねて、かなりいい感じにムラなく綺麗にメッキが、うちとしては初めてのメッキ色なので、ブレーキのこのローターとかそういうのですね、はい、こちらアルミで、前後両方出てまして、こっちがアクセル、フロントのアクセルと一体になってる、はい、あとリア用っていう、はい、うちってやっぱり割と競技志向なパーツが多いイメージだと思うんですけど、はい、今回は割とその見た目の方も、はい、重点的に作りましたね。全然雰囲気いいね。これ今見ていただくと分かると思うんですけど、ちっちゃいネジがついてるんですけど、それネットとかで買えるんですけど、ちっちゃい1ミリのネジを入れるとこういう感じでさらに見た目も良くなります。愛のあるガヤが来てくる。素晴らしい商品。去年もこのデイブ D のピットレポートするとき伊藤さん来たと思うんです最近伊藤さんと YouTube コラボやったりとかいろいろ楽しくやらさせていただいてます。いや、僕はもうだって高弘君の大ファンなんで完全にリスペクトしてますよ。まだいたんですか？やべ次がアルミのワイパーですね。かなり待望だったんじゃないかなって。もちろんつけてフロントが重くなりすぎないように、軽量化はかなりしてるんで、実際アルミなんですけど、持っていただくとかなり軽い。どうしてもやっぱり樹脂だとどんなに頑張ってもやっぱ摩耗とかガタとか出てきちゃうんで、そういうところもあれですし、で特にこれフロントのグリップをすごい上げてくれるんで、例えば今回の RCDC みたいにカウンターが少しフロントが弱くて戻ったりすると減点されちゃったりとか、あとは最近だとR が多いコースが多いじゃないですか。そういう時とかはフロントのグリップが必要なんで、アルミワイパーすごくおすすめだし、ある意味 RDX を買って、初め最初何をつけたらいいって言ったらこの辺かなって。これがね、フロントのアッパーブレースっていう、カーボンのパーツなんですけど、実際にここにこうやってクロスでつけるんですよ。で、樹脂に合成を上げたくて、これフルアルミとかにしちゃうと、かなりフロントが重くなっちゃうんで、その中でロールバーみたいなもんですよね。でこれやることによってフロントのそのしっかり感、グリップ感だったりフロントの引っ張り感っていうのがかなり上がりますし、これはね正直想像以上に数が出てて、千葉の某店舗ではもういきなりもうすでに100セットぐらいですね。四角の三島が現れたんですね。いろんなメーカーから愛されてますんでまだいますよ。続いてはですね、こちらのリポバッグですね。はい、これがね来年の割と早い段階で出せると思います。デザイン思ってます。センスがいい。ありがとうございます。これが目玉ですね、現行の、ブレイブ ESC、ようやくうちから出たアンプですね。でBluetooth 内蔵で、買ったらもうそのままアプリダウンロードしていただければ設定できるっていうところですね。でもこれもまだ出たばっかりなんで、ファームウェアとかはちょっと最初の段階だといろいろ書き換えあるかもしれないです。結局ナックルとかってベアリングが変わったぐらいしか違い出ないですけど、メカって例えばプロポはこれで、その時に受信機はこれっていろんな何通りもあれがあって、モーターこれ使った時にこういうトラブルが出ちゃうとか、そういうのがうちらだと正直チェックしきれないぐらいの確率があるじゃないですか。なのでその辺を販売まずして、でお客様の方で何かあったのをすぐフィードバックして、でそこは対応して、次のロットはそれが生きた状態でやったりとかっていうする可能性もあるっていうところですね。スマホで使えるっていうのが一番結構そうですね。これからどんどんさらにセッティングの幅だったりとかやりやすさとか、そういうのもアップデートしていけるように今準備中です。次はこれもかなり話題になっております。GR カローラです。GR カローラ。はい。これ多分ドリフトを知ってる人は多分この車知らない人多分いないんじゃないかなっていうぐらい、多分今年のその実写ドリフトの話題を総なめにした多分車じゃないかなと。で今回実際にこうやって GR さんのあれも置いてますけど、今回 GR さんと本当にいろいろ協力体制を取ってやってる段階です。なんで、もしかするとまだ大きくは言えないですけど、このボディがこのブランドから
出る可能性もあるかもねっていうぐらいに、とりあえずこの動画では言っときます。で、まあオートサロンとかでもこの車実際に展示する予定にもなってますし、ラジコンの方も。まあロバンペラはやばいわ。そうですね、実はこのロバンペラがデビューした恵比寿のタイミングで GR さんからお話いただいて、まあ、これがやることが決定して、でその後もう本当に5ヶ月ぐらいでなんとかこのボディを作らないといけなくて、もう急ピッチで前回の最終戦の岡山か、そこになんとか間に合わせたって感じです。次来ちゃったっすわ。もう喋りました。あ、本当ですか。いや、よかったです。一番喋りそうな人が一番喋んなかったっすね。いや、さっきだいぶ語ってくれたんで。あ、本当ですか。よかったです。もう腹いっぱいだと。はい、もうこれ以上うちの尺長くできないんで。これ色がいろいろもう。これはWRC で、まあ、唯一の日本人ドライバーの勝田選手っていうのがいるんですけども、そのドライバーの、まあ、カラーリングなんですよ、ドリフトの。はいね。あ、ドリフトやってんだ。やってます。まあ、ヤリスでやってるんですけど、ヤリスはうちにないので、まあ、カローラでそのカラーリングを再現して、僕が頑張って作りました。素晴らしい。はい。でこれをね、今日 RCDC の初日なんですけど、今同時開催で WRC もやってますね。ちょうどやってて、で明日ねちょっとセレモニーで実際にこの車がその勝田選手で、あとこれがロバンペラ選手の手元に行って、実際にラジコンをこれから始めていただくっていう方向に明日はい、やばいね。なります。だから、まあ、GR さんのセレモニーにちょっと明日行くんですけど、まあ、そういった感じで今 GR さんとすごくまあいい状態でやらさせていただいてるんで、まあ、でもやっぱり僕らもいろいろ実写のメーカーさんと、まあ、ラジコンを流行るにはまず車を好きな子供たちを増やしていかないといけないんで、そのためには身近なラジコンで好きになってもらって、車にフィードバックとか上に行ってほしいし、逆に車好きになればラジコンにも降りてくるんで、まあ、そこでいろいろタイルアップしましょうっていう話を今してます。いいよね、ああいう風だと子供もいっぱい来るもんね。そうですね、まあ、ラジコンの体験走行とか本当にいっぱいお子さん来てくれるんで、はい、まあ、そういう活動の、ね、一環で GR さんとかと今後多分いろいろタイルアップしてやっていくことになると思います。あとドリフトスタディとかやってるもんね。ああ、そうですね、はい。ああいう活動すごくいいなと思ってね。はい、これからも業界をぜひ引っ張ってってください。いや、まあ、引っ張るってあれじゃないですけどね、頑張って盛り上げていきたいと思います。うちは金魚の糞みたいについていきます。一緒にお願いします。ありがとうございます。